ヒアルロン酸とか、脂肪注入はちょっともう時間経つとなくなっちゃう。しっかりボリュームを出したいということでキープされたってことですね。早めに結構だったので、それがちょっと大変です。まあそうですね。今回はですね、23歳女性の方でシリコンバック包茎をですね、モリーバエルゴノミクス 250cc を脇からですね入れて乳腺の下に入れた方の術後3ヶ月の経過を聞いていこうと思いますね。シリコンバック包茎を受けようと思った理由を教えてもらってもいいですか？今まで包茎はしたくて、ヒアルロン酸とか脂肪注入はちょっともう時間経つとなくなっちゃう。しっかりボリュームを出したいということでキープされたってことですね。以前ヒアルロン酸包茎と脂肪包茎を受けて、一応その今世界中でスタンダードとされているのは今脂肪包茎とシリコンバック包茎なんですけど、でヒアルロン酸包茎はあんまりもう今はおすすめはしてないんですけどね、そのヒアルロン酸包茎とか脂肪包茎やっぱりどうしてもボリュームが最初はあれですよね、結構パンってなるけど、結構減りました。結構なくなった。そうですね。やっぱり脂肪でも結構入れても定着しない人とかもいるので、そういった方で1回でボリューム出て、もう形もしっかり出したい、ボリュームをしっかり出したいという方にはシリコンバック包茎かなりいいかなと思いますね。で、世界で一番行われているのはシリコンバック包茎なんで、一応一番スタンダードな包茎かなと思いますね。手術を受ける前のバストの悩みとかってありました？左右ちょっと期待しないと、やっぱなんか寂しい感じ。ちょっとボリュームがもうちょっと欲しいかなっていうところですね。左右差とかどうです？今はそんなに気に本当ですね。カップ数とかはどれくらい変わりました？カップ数は分かんないんですけど、見てそんな感じ。そうですよね。結構今回 250cc のデミ入れてるので、結構ボリュームしっかり入ってるかなと思うので、こんな感じでしっかり谷間もできて、かなり大きめのサイズにはなってるかなと思いますね。ダウンタイム聞いていこうと思うんですけど、今は術後3ヶ月なんですけど、痛みとかはどうでした？もう今は全然ないですね。最初の1週間。最初の1週間、結構痛かったですか？結構そうですよね。シリコンバック包茎をしっかり今回乳腺の下なんですけど、乳腺の下の組織をしっかり剥離して、そこにバック入れるんで、侵襲性という意味ではやっぱり脂肪包茎の部分よりはかなり大きいので、出血のリスクとかもありますので、そういったところでちょっと痛みは出るかなっていうところですけど、1週間ぐらいですよね。1週間。その後大丈夫でした？内出血とかはどうでした？記憶ないですでも1週間の時ちょっとありましたよね。もし内出血ちょっと出るとしたら、やっぱりこういうところとか、真ん中とかですね、あと下のところとかに出やすいので、そういったところもし出たら1週間から2週間ぐらいは出るかなと思いますね。体感とかどうでした？硬さとか。前よりもだんだん良くなってる感じ。やっぱ最初はちょっと硬い感じありましたよね。不安だったですよね。シリコンバックのちょっとやっぱデメリットとして脂肪よりもちょっと自然な感じが少ないので、そこがやっぱり一番デメリットかなとは思うんですけど、触った感じとかそうですね。前ちょっとここ硬かったですので、まだ若干硬いんで、こういう風に優しくマッサージしていただけるといいかなと思うので、ちょっとマッサージだけ軽く続けていただいて、半年ぐらいはちょっと意識的にやってあげたらいいかなと思いますね。最初1ヶ月ぐらい硬かったんですね。ちょっとやっぱりリスクとして術後硬くなることがあるので、そこも含めてちょっとケア大事だと思うので、しっかりマッサージは継続してもらえればなと思いますね。多分今度柔らかくなってくるので、感覚はどうでした？もう大丈夫そう。最初はちょっと感覚ないとかありました？最初は痛みの方が強い。なるほどなるほど。術後お胸の感覚が鈍いとか、逆になんか感覚が上がってしまうとかあるので、数ヶ月すると、半年から1年ぐらいで回っていくんですけど、ちょっとなんか鈍くなる時はありますね。でもそんなこともないですか？今はもう。じゃあいいですね。周りからはどうでした？反応とかありました？やっぱ気づかれます。気づかれる。それはしっかり自然ではあるんですけど。大きくなったって言われますか？家族とかに言われます？でも家族にはそんなに悪くない。恋人とかですか？そうですね。そうですよね。しっかりちょっと 250cc かなり大きいので、多分 250cc 細い方に入れると多分2カップ以上は上がってるはずなので、ちょっとやっぱり周りにはバレるかなっていうところはありますね。そのしっかりサイズを感じてると。傷跡ちょっと見せてもらっていいですか？今、術後3ヶ月で、こんな感じで傷跡があるんですけど、だいぶ綺麗になってきてるかなと思うんで、このまま続けてもらえると、1年ぐらいでかなり自然にはなってくるかなと思います。
こんな感じで、この脇にちょっと線がシワがあるので、それに沿って作ってるんで、かなり自然な感じで治るとは思うので、このままちょっと経過見てもらって。痛みありますここ？でももうない。大丈夫ですか？こういうとあんま気になりはどう？もうだんだんなんか、治ってきてますよね。いい感じになると思うんで。もともとなんかどういう形になりたいとかってありますよ。漠然としてるんですけど、でもあんまりそのバンってなるのがしくなくて、自然な。なんかよく言われるのが、ちょっと谷間グッとしてもらっていいですか？こうやった時にやっぱシリコンでなんかバンになるのが嫌っていう人がいるんですよ。それはなんかありました？全然。もうボリュームの方がよろしい。バレない感じ。バレない感じ。ちょっともう一回やってもらっていいですか？ここしっかり自然な感じで相方の形になってるので、ここ気にされる方もいるんですけど、ここもちょっと意識して、内側ですね、しっかり剥離して、あんま外にやると、ちょっと離れた感じの重めになっちゃうので、ちょっと意識して真ん中に自然な感じになるようにしてますね。実際、施術を受けてよかったですか？よかったです。やっぱしっかりそのリスクもあるので、受けてよかったと思えるのが一番いいと思うので、しっかり取り組んでたので、楽しんでいただければなと思いますね。で最後にちょっと、これから受けようと思ってる人にアドバイスありますアドバイス？何でもいいですけど、ダウンタイムの過ごし方とか。でも最初はやっぱり3日4日が寝るくらいしかないんで、休めるときにやった方が。そうですね。次の日から仕事とかちょっと大変ですよね。そうですね。早めに結構仕事に復帰する予定だったので、それがちょっと大変です。そうですね。ちょっとやっぱり数日は休めるようにして受けるのが、安全かつ無難かなと思うので、そこも含めてね、ちょっと調整して施術は受けようと思ってる人はぜひ受けてみてくださいね。ということで今回はですね、23歳女性の方のシリコンバック包茎をですね、250cc を入選下に入れた方の術後3ヶ月のダウンタイム経過を見ていきました。しっかりボリュームも出て、自然な感じでできてるかなと思うので、ここも脂肪筋包茎の動画を上げていくので、よかったらチャンネル登録といいね、よろしくお願いしますね。また概要欄のこの公式 LINE から脂肪筋包茎相談希望と送っていただけると、特別モニターキャンペーンも適用と、モニター審査なしで適用させてもらうので、よかったら送ってみてください。じゃあ、ありがとうございました。